こんにちは。自然加工チャンネルのくにこです。今日は、油彩用の、パレットを作っていこうかなと思います。使ってない写真立てのガラスを使ってグレーの画用紙を下に敷いて、でその下に厚紙を敷いて、周囲をマスキングテープで貼って、でそれをパレットにしようかなって今考えてるんですけど、それをちょっとね作っていきたいと思います。ちょっとね小さいかなとは思うんだけど、今使ってない写真立てがあるので、それでやっていけたらなと思います。でなんかちょっとガラスがね薄いから、下に厚紙を引いていこうかなと思います。なぜガラスパレットなのかっていうことなんですけど、これまでは牛乳パックをパレット代わりにしていたんですが、ほぼ毎日絵を描いているとどうしても牛乳の消費が追いつかなくなってしまって、それで自分に合うパレットをいろいろ調べてみました。油絵だと木のパレットが一般的ですが、あれは後片付けや手入れが大変そうですよね。ペーパーパレットは掃除こそ楽ですけど、消耗品なので家で使うにはコストが気になります。大理石のパレットという選択肢もありますが、なかなか手に入りにくいというか、ホームセンターの資材コーナーにあるのかもしれませんが、まだ見に行ったことがないので、今度チェックしてみようかなと思っています。アルミパレットも魅力的ですよね。以前月光荘画材店の方に勧められたことがあって、その時アルミの色が一番絵の具そのものの色を正確に反映してくれると教わったのを思い出しました。ただアルミはどうしても水彩のイメージが強くて、今回は見送ることにしました。そんな時、海外の YouTuber が写真立てのガラスをそのままパレットにしているのを見つけました。その方は額の部分もそのまま使っていたんですけど、使っていない写真立てがうちの押し入れにも眠っているなっていうのを思い出して、早速引っ張り出してきました。写真立てからガラスを外してみたんですが、思ったより厚みがなくて少し心もとなかったので、下に厚紙を敷くことにしました。この厚紙は使い終わったブロックタイプの水彩紙の底についているものです。2ミリくらいの厚さがあって、かなりしっかりしています。でこの厚紙なんですけど、他にも、油彩紙の台紙にしたり、マスキングテープでいつも、留めて使ってるんですよね。それから DIY スケッチブックを作る時の表紙にしたりと、いろいろ使い道があって便利なんですよね。次にガラスと厚紙の間にグレーの画用紙を挟みます。最初は白にしようと思っていたんですけど、白だと絵の具の色が実際より明るく見えてしまうそうなんですね。繰り返しになりますが、グレーが一番絵の具そのものの色を判断しやすいということで、今回はグレーを選びました。もし使うガラスが5ミリくらいの厚いものだったら、ガラスの裏にグレーのアクリル絵の具を直接塗ってしまうのもいいかもしれませんね。それでは厚紙にグレーの画用紙を両面テープでつけていきます。その上にガラスを置いて、四方をマスキングテープで固定していきます。時々水洗いしたくなるかもしれないので、あえてがっちり固めすぎずにマスキングテープで簡単に留める程度にしておきます。はい、これで完成です。私は最近スイカ用性油絵の具のフルベインデュオを使っているので、ガラスパレットとの相性はとても良さそうです。使い終わった後は水で少し緩めてからウエスで拭き取るだけで綺麗になります。もしクイックドライングメディウムを混ぜた絵の具が固まってしまっても、ペインティングナイフで軽く削るだけで剥がれます。もし固まってしまったとしても、ペトロールを少しつけると簡単に落とせることが分かりました。ただこのペトロールを使い切ったら、ホルベインの水性の洗浄剤を使ってみようと思っています。クリーナーがあれば、筆の根元に入ってしまった絵の具汚れもパレットの頑固な汚れも一気にリセットできそうですよね。
はい、というわけで、これからはこのグレーのパレットで色作りを楽しんでいこうと思っています。これもね、なんか家にあるもので作ったんですけど、磁石をつけて、夫がプラモデル塗装するために買って使ってなかったお皿がなんかいっぱいあったので、それをくっつけて、で、こう画面にこう置いて、ここに手を置いて、こう細い細かいところをかけるようにハンドレストっていうやつらしいんですけどこういうのを考えることがすごく楽しいですね。というわけで今日は自作のガラスパレットの紹介をしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。